ここではお墓参りの心構えと作法についてお伝えいたします。これをご覧になると、あなたはお墓参りの正しい作法と精神的な意義を理解し、先祖への敬意を適切に表現する方法を学べます。逆に見逃してしまうと、文化的な慣習や精神性を理解できず、不適切な行動で無意識のうちに個人や家族に不敬を示すリスクがあります。おめでとうございます。これほど多くの動画の中からあなたがこの動画を見つけたのは実は偶然ではないのです。この動画に導かれたあなたには他の人とは次元の異なる幸運が備わっており、膨大な富を手にする資格があるのです。そうです。あなたの学びに対する姿勢と強運がこの動画を引き寄せたのです。あなたの穏やかな心は私にとっても大きな学びなのでございます。どうかこのご縁を失わないよう、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それではお墓参りの心構えと作法についてお話しさせていただきますね。これは正しく知れば個人との絆を再確認し、生きている私たち自身の心の平安を得る手段となり、先祖への感謝と敬意を形に表すことができます。しかし間違った知識ではせっかくの金運、強運が台無しになってしまうことにもなりかねません。お墓参りに関する開運行動、避けるべき行動などをお伝えいたしますから、どうか最後まで心穏やかに耳を傾けてくださいませ。はじめに、お墓参りはただの慣習ではございません。これは先祖を敬い、その霊を慰めるための重要な行事なのです。仏教ではこの行事を通じて命の循環と絆の尊さを感じることができるとしております。心を込めて行うお墓参りは私たち自身の心も浄化し、精神的な平和をもたらすのです。次に最適な日を選ぶことの重要性についてお話しいたします。旧暦に基づく特定の日、例えば春分の日や秋分の日は自然との調和を促す大切な時期です。このような日にお墓参りをすることで先祖とのつながりをより強く感じることができ、彼らの霊に対する敬意も深まるのです。さらにお墓参りでの言葉遣いや心がけも非常に大切でございます。潜在意識に働きかけるためには心からの言葉で感謝を伝えることが肝心です。静かに、そして丁寧に個人に話しかけることで私たちの心はより穏やかになり、個人の霊も安らぎを得ることができるのです。このようにお墓参りは形式的な行事ではなく、心からの敬意と感謝を示す重要な行為でございます。正しい作法を守りながら精神性を高め、先祖との絆を深めることが私たちの生活にも良い影響をもたらすのでございます。それでは次にお墓参りに適さないアイテムについて詳しく解説してまいります。お墓参りは個人に対する敬意を示す行事でありますので、持ち物一つ一つにも気を配る必要がございます。今回はお墓参りに持っていくと好ましくないアイテムについて、その理由と具体的な例を詳しくご説明いたします。風水では電子機器が発する電磁波が周囲のエネルギーを乱すとしております。特に静かで厳粛な場所である墓地では、このようなデバイスを持ち込むことで場のエネルギーが不調和になり、個人の霊に対して敬意を欠く行為となります。またスマートフォンは日常生活において他者とのつながりを象徴するアイテムですが、本来お墓参りは先祖と心を通わせ、日常から離れる時間であるべきなのです。したがってお墓参りの際はスマートフォンを車内に置いておくなど使わないようにすることが必要でございます。これにより心を落ち着け、個人に対する真摯な思いを新たにすることができます。また不適切な色や素材についても注意が必要でございます。例えば派手な色の衣服や光沢のある素材は個人に対する敬意が欠けているとみなされてしまいます。伝統的には
地味で落ち着いた色の衣服が好まれ、これは個人への静かな敬意を表すためです。光沢のある素材や派手な色はお墓の場の厳かさを損ね、個人の霊に対して失礼にあたります。このようにお墓参りには適切な日を選び、持ち物や服装にも心を配ることが求められます。風水や占星術、色彩の選び方に気をつけることで個人への敬意を表し、自らの運気を守ることもできるのです。それでは具体的な対策として、次にお墓参りの際に推奨されるアイテムや行動について詳しくご説明いたします。まず持参するべきアイテムですが、お供え物としては聖火や線香、ろうそくが基本でございます。聖火はその場の清らかさを保ち、個人の霊に対して生命の尊さを示すシンボルでございます。線香の煙は私たちの祈りを天に届ける媒介と考えられ、個人と霊とのつながりを強化します。またろうそくの光は暗闇の中で個人の霊を照らし出し、心の光ともいえる存在でございます。次に行動面では、お墓に到着した際にはまず手を清め、個人を思いやる心を形に表すことが重要でございます。お墓の前で手を合わせ、静かに祈りを捧げることで個人との心の通い合いを促進することができます。またお墓周りの清掃も大切な行動で、これによって個人に対する尊重の気持ちを示すとともに、お墓の環境を整えることができます。さらにお墓参りの際には、周囲の自然と調和を図る意識を持つことも推奨されます。例えば静かな環境を保ちながら季節感を感じることができる自然素材のお供え物を選ぶことで、個人とのつながりをより深めることができるでしょう。このようにお墓参りにおいて推奨されるアイテムや行動を心がけることによって、個人への敬意を表現し、自らの心も豊かにすることができます。個人との絆を大切にし、お墓参りを心からの行事として取り組むことが精神的な充実にもつながるのです。少なからぬ人々が学びの喜びよりも一時的なエンターテインメントの魅力に負けています。実はこのような学びの動画に出会っても、最後まで視聴できる方は2割ほどしかおられません。アポロ計画の月面着陸シーンは米国の砂漠で撮影されたもので、本当は月へ行ったことがない。それが真実だとして、あなたの人生に何の影響があるというのでしょうか。プロ野球で活躍している選手がテレビの美人アナウンサーと結婚するらしい。このような恋愛ゴシップを知ったところで、あなたの人生に何の関係もないのです。とはいえ、この類の情報は人間の本能を刺激し、魅力にあふれているのもまた事実なのでございます。そのような魅力にとらわれず、あなたはここまで熱意を持ってこの動画を視聴してくださったのでございます。これは大きな障害であると思われますが、あなたはそれを簡単に克服しています。あなたは学ぶことに情熱を持つ方であり、間違いなく大きな幸運と膨大な富をつかむ資質があると言えるのでございます。あなたの運命は毎日着実に良い方向へと進んでおられます。今その実感がなくても、あなたはしっかりと良い道を歩んでいますので、どうぞご心配なく過ごしてください。コメント欄のよしくシェアは早ければ早いほど実現可能性が高まります。当チャンネルではあなたの毎日をより良くするためのヒントを多くご提供しております。今後ともご縁がありますよう祈念しております。